おはようございます。ケンです。今日はテスラの自動運転 FSD とロボタクシーについて、これはもう未来の話じゃないな、そう感じさせる2つのニュースを軸に今日はお話をしていきたいと思います。まずは結論から言います。テスラの FSD とロボタクシーは技術の完成を語るフェーズを終えて社会に入り始めるフェーズに入ったと考えられます。しかも面白いのがヨーロッパでは生活をどう変えるのか、これを見せに行き、中国ではロボタクシーをどう動かすのか、これを静かに仕上げに行っています。この動きっていうのは、実は市場がまだ十分に評価できていない、かなり重要な転換点だと思います。まずはヨーロッパの話からいきます。テスラはヨーロッパで FSD を使った実証を始めています。ただし、よくある派手な自動運転のデモではありません。舞台は都市部ではなく地方です。公共交通が弱く、高齢化が進み、移動できないこと、これがそのまま生活の制約になる地域。そこでテスラは FSD を使ったシャトル的な移動を実際に体験してもらい、この技術があると生活はどう変わるのか、これを見せに行っています。ここで重要なのは、テスラが何をアピールしているかです。速さでも派手さもありません。安全です。でもないんです。役に立ちます。社会にとって意味があります。このメッセージを住民、自治体、行政に対して丁寧に示しているんです。ヨーロッパという市場は技術が優れているだけでは前には進みません。規制があり、世論があり、政治があります。だからテスラはいきなり解禁してくれとは言わない。代わりにこういう人たちの生活がこのように変わりますというストーリーを積み上げているんです。これはかなり戦略的だと思います。FSD を危険か安全かという議論から必要なのか価値があるのかという議論に意図的に持っていっているんです。これはヨーロッパの攻略としてはものすごく正しいやり方じゃないかなと思います。そしてこのやり方っていうのは日本でもかなり通用するんじゃないかなと思います。一方で中国です。こちらはかなり性質の違うニュースでした。テスラが中国でロボタクシー関連の求人を静かに出しました。派手なプレスリリースもありません。イベントもありません。でも求人内容を見るとかなり生々しい。低電圧系、回路、基盤設計、しかもロボタクシーの神経系と表現されています。まだ実験している段階ではなく、実際に動かす前提の準備に入っているんです。しかも勤務地は上海。テスラがスピードと実装、これを重視するときに使う拠点です。では、ここで僕なりの分析を一つ入れていきたいと思います。なぜこの求人は静かに行われたのか、理由はシンプルで、中国ではできる直前まで語らないというやり方が一般的だからです。アメリカのようにビジョンを先に語って盛り上げる文化とは違います。だから求人が出たという事実そのものがかなり重たい意味を持っています。これはやるかもしれないではなくって、やる前提で準備をしているというサインになります。それではここでヨーロッパと中国、これを並べて見てみましょう。ヨーロッパでは FSD が人の生活にどのように役立つのか、これを丁寧に見せています。中国ではロボタクシーを実際に動かすための内部準備、これが進んでいます。つまりテスラは同じ自動運転でも地域ごとにフェーズを分けているんです。ヨーロッパは社会需要フェーズ、中国では実装準備フェーズ、これを同時進行で進めています。では他社はどうでしょうか。ウェイモや中国の自動運転企業、確かにすでに走っています。でも多くは特定のエリアを限定としています。高精度マップが前提です。インフラに依存しています。都市が変わればゼロからやり直しです。一方テスラはどうか。カメラベースで人間と同じように見る。世界中で同じソフトウェアを育てる。時間はかかります。でも、スケールした時の破壊力は別物です。だからこそ、ヨーロッパで社会的価値を取りに行き、中国で実装スピードを取りに行く。これはグローバルロボタクシーを
本気でやる企業の動きです。では、ここで投資家の視点で見てみましょう。今の株価は FSD やロボタクシーをいつか来る未来としか織り込んでいないように見えます。でも実際にはもうフェーズが一段進んでいます。社会にどう入るかを見せ始めた。実際に動かす準備を始めた。この2つが同時に起きている。これをまだ先の話と片付けていいのか、僕はそうは思いません。もちろん明日から世界中でロボタクシーが走るわけではありません。でもできるかどうかの議論はすでに終わっているんです。これからはどこからどう広げるのかっていう段階になるんです。そしてこの段階に入った技術っていうのはある日突然数字として現れます。決算に、指標に、評価軸に。ではそういったことを踏まえて皆さんに聞いてみたいと思います。もしテスラが特定の地域でロボタクシーを当たり前のように回し始めた時、市場はそれを正しく評価できると思いますか？今後、ロボタクシーが実際に株価に大きく影響を与え始めるのはどういったタイミングだと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し下げて、現在478ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程、これが決まりました。ぜひ、真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術、これを体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、そして逆に真夏の熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、また経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまって困っている、こんな方におすすめなんです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない。また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひね、どんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですが、1月23日の金曜日、こちらはエコファクトリーの熊本本社で行います。福岡から行くよって言われる方は僕と一緒に行きましょう。熊本空港まで来られる方は熊本空港から送迎はいたします。そして2月9日の月曜はエコファクトリーの東京支社で行います。東京の方は定員が決まっておりまして、定員は10名です。時間はともに10時ぐらいから行いたいと思います。東京の方ですけれども、僕も朝一で東京に向かいます。ぜひ一緒に真冬の輻射熱、これを体感してみませんか？行ってみたいなと思われる方は僕の公式 LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。